これでわかるボルジア家。15世紀16世紀にイタリアで繁栄したスペイン出身の一族。まず時代背景をご説明すると、神聖ローマ帝国の弱体化により、当時のイタリアではローマ教皇領、ナポリ王国、フィレンツェ共和国、ミラノ公国、ベネツィア共和国などが帝国の支配から抜け出して分離独立の構えを見せていました。ローマ教皇の後継者をめぐり、ロドリゴ・ボルジア枢機卿、スフォルファ枢機卿、ローベレ枢機卿が争い、1492年、ロドリゴ・ボルジアがアレクサンデル6世として教皇に選出されます。ロドリゴが巨額の賄賂で教皇の座を買い取ったと言われています。このアレクサンデル6世は史上最悪の教皇と呼ばれています。愛人、バノッツァ・カネタイとの間にできた子供がいました。聖職者に愛人と驚かれると思いますが、その愛人も一人でなく何人もいたそうです。4人の子供、ホアン、チェーザレ、ルクレチア、ホグレ。ボルジア家はもともとスペイン出身だったためイタリアに基盤がなく、自分の足元を固めるために親族に重要なポストを与えたり政略結婚させて繁栄させようとしていました。ホアンはスペインの貴族と結婚、チェーザレはバレンシア大司教になり、翌年枢機卿にもなっています。ルクレチアは3度の政略結婚をさせられ、ホグレはナポリ王女と結婚。ここでちょっとルクレチアのお話。膝まで届く豊かな金髪と美しい容貌の持ち主。3度の政略結婚をさせられました。あと、恋多き女性でもあったようです。まず、ミラノとローマとの同盟を結ぶために、ジョバンニ・スフォルツァと結婚。ですが、あまりボルジア家にメリットがなくなり、父は他の人と結婚させたいと思います。カトリックは離婚できないのですが、夫が亡くなれば別です。暗殺を企てますが、それを知ったリクレチアがジョバンニに知らせ、ジョバンニはローマから逃げます。どうしても離婚させたい父は、ジョバンニは性的不能者であり、この結婚は不完全なものと宣言。カトリック教義においては離婚が許されるのは死別かもしくはその結婚が履行されてない時に限ります。ルクレチアも処女であると宣言をし、これに対しジョバンニは腹いせでルクレチアを父と兄との近親相関の罪で訴えました。これはこの先ずっと噂になります。特にチェーザレとは関係があったように言われますが、チェーザレの持っていた梅毒をルクレチアが移されていないことから肉体関係はなかったと見られています。長きにわたったジョバンニとの結婚無効騒動の間にルクレチアは修道院にこもっていましたが、そこでペドロ・カルデロンと恋に落ちます。1498年、カルデロンの胴体と次女の遺体が発見されています。チェーザレがやったのではとの噂があります。次にナポリ王の諸子アルフォンソ・タラゴーナと再婚。1500年、何者かに暗殺されます。これまたチェーザレとの噂があります。1502年に名門エステ家のアルフォンソ一世デステと再婚。アルフォンソは賢い人で怪しい動きのある父と兄からルクレチアを遠ざけようとしました。二人にはお互いに愛人がいましたが、パートナーとしてはうまくやっていたようです。ちなみにルクレチアが付き合っていたのはピエトロ・ベンボという人で、ルクレチアの夫であるアルフォンソの姉イザベラ・デステの夫でした。義理の姉の夫と不倫でドロドロですね。話を元に戻します。1494年、フランス王シャルル8世が自分こそナポリ王だと言い張り、ナポリに侵攻。それに対し周辺諸国が同盟を組んで対抗したため、イタリア全土を巻き込むイタリア戦争となりました。1497年、ホアン暗殺。この時、チェーザレも容疑者として疑われます。なぜならホアンの後、軍事担当になったのがチェーザレだったからです。ただこの説は疑わしいものとされています。チェーザレは軍を率いてたくさんの場所を次々攻略します。ニッコロ・マキャベリ、フィレンツェの特使としてチェーザレを訪れる。結果は手段を正当化するといった政治思想家です。マキャベリの著書「君主論」はチェーザレがモデルとなっています。チェーザレ・ボルジアは残酷であると思われていた。しかしながら彼のあの残酷さがロマーニャの秩序を回復し、統一し、平穏にし、忠誠を尽くすようにしたのである。がマキャベリの名言。
天国に行くのに最も有効な方法は地獄へ行く方法を熟知することである。戦いは2つの種類がある。一つは法律によるものであり、もう一つは力によるものである。民衆は群れをなせば大胆な行動に出るが、個人となれば臆病である。君主はできることなら善から離れずに、しかし必要とあらば悪に踏み込むことができるような心構えを持つことが必要である。支配者は残酷を恐れてはならぬ。愛されるより恐られよ。このような思想をマキャベリズムと呼び、それを支持する人たちはマキャベリストと呼ばれます。チェーザレはイタリア統一の野望がありました。後の徴兵制度となる仕組みを作り始めていたのです。当時はお金で雇われる傭兵でしたが、それを職業から義務に変えようとしていたのです。ただこの時はまだその制度は整いませんでした。1502年、レオナルド・ダ・ヴィンチ、チェーザレの建築技術総監督になる。画家として有名なダ・ヴィンチですが、彼は都市計画にとても熱心でした。自由のあるところに秩序はないと思い、共和制を見捨てていて、チェーザレと息が合いました。チェーザレは彼を最も親しい友人としてロマーニャ公国内の通貨許可証を与えています。一方ダ・ヴィンチは新兵器のデッサンやイーモラの地図、チェーザレの肖像らしきデッサンなどを残しました。この頃ダ・ヴィンチは50歳、チェーザレは26歳でした。1503年、アレクサンデル6世死去。よく聞く話でボルジア家にとって邪魔な人物を消すために毒を用意してそれをアレクサンデルとチェーザレが誤って飲み、チェーザレだけが助かったというのがありますが、この時の状況からして流行り病のマラリアにかかったとの見方が有力だとされています。アレクサンデル死後、ローベレ枢機卿が教皇になり、ユリウス2世と名前を変えます。そのユリウス2世により、チェーザレはホアン暗殺の疑いで逮捕されます。ですが、この後脱走し、ナバラ王国に行き、傭兵として1506年に戦死しました。32歳でした。さて、ボルジア家は悪名高い一族と言われる理由をご紹介します。まず、資産のある者に何らかの罪をでっち上げて告訴し、処刑し、その資産を没収していました。また、ボルジア家のパーティーで、ボルジア家秘伝の毒、カンタレッラを盛るという噂もあります。ルネサンスという奔放な時代、パーティーも派手でした。ボルジア家の記録を残したブルカルドの記述より、1501年、チェーザレ主催の栗拾いの宴。聖なる宮殿に枢機卿が招かれ、50人にも及ぶ娼婦たちが参加者を楽しませたとあります。徐々に脱いでいき、全裸になる。食事が完全に終わると、ろうそくの食台がすべて床に置かれ、その間に焼き栗がばらまかれました。裸の娼婦たちは四つん這いになって栗を拾い始めました。これは自分たちが楽しむのではなく、枢機卿たちの弱みを握るためです。こちらは記録があるので確かなようですが、ボルジア家の毒薬と言われるカンタレッラは証拠はなく、1503年の彼らの脱落後から書かれているため怪しい情報なのですが、ただボルジア家の周りでは不審な死を遂げる者が多かったことから噂されました。ルクレチアも毒殺に加担していたという噂があり、悪女として取り上げられたりしますが、夫を逃がしたり暗殺されて落ち込んでいたりもするので、今では彼女は父と兄に利用された被害者と見られることが多いです。ユリウス2世が足ざまに行ったため、ボルジア家の評判はますますひどいものになっていきました。ただ、毒殺や近親相関など、ボルジア家をめぐる黒い噂は絵画にはもってこいですね。こちらの絵をご覧ください。ロセッティ作ボルジア家。ルクレチアがカウチに座ってリュートを奏でています。リュートは性的なものを象徴します。アレクサンデル6世は後ろから彼女に寄りかかり、チェーザレは髪につけられたバラの匂いを嗅いでいます。近親相関の匂いがします。テーブルのワインは毒入りでしょうか。こちらの赤い服を着た猿がいますが、キリスト教において猿は悪徳を象徴します。
お疲れ様でした。ちょっと長くなってしまいましたが、最後までご視聴ありがとうございました。